はい、皆さんこんにちは、ゆかです。こちらの動画は実用日本語7です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今回はホテルのチェックアウトの時に使う日本語の表現を一緒に勉強しましょう。去年の夏に私が京都のホテルで撮影したこちらの Vlog を使います。ホテルのロビーでスタッフの方がチェックアウトの手続きをしてくださいました。私たちは事前にセリフを決めたりゆっくり話したりしていません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要なキーワードや日本人がよく使うその他の表現についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方は直接練習から始めてください。初めての方はここでまず全体の流れを把握してください。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点では全体の流れが分かれば OK です。聞き取れなくても問題ありません。次に私からキーワードを10個提示します。このキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。その後重要なフレーズについて解説します。それから日本語の字幕付きでもう一度動画を見ます。最後に字幕なしの動画を見ます。最初に字幕なしの動画を見た時は全くわからなかったのが、最後にはある程度わかるようになる、このような過程を経験してほしいです。また一番最後には今回の動画には出てきていないけれど日本人がよく使う表現についてもご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速練習を始めましょう。まずは字幕なしの動画を一度見ます。この時点では聞き取れなくても問題ありません。全体の流れを把握してください。今回の動画はホテルのロビーで撮影しました。ホテルのスタッフの方がチェックアウトの手続きをしてくれます。さらにその後私は荷物を預けます。それでは一度見てみましょう。チェックアウトお願いします。領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。便利サービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。荷物は、合計で、何点ございますか。あ、1点でスーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。損箇所などございませんでしょうか。はい、特にないです。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか。何時ぐらいかな、午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。ではお荷物をお預かりさせていただきます。はい、よろしくお願いします。どうでしたか？何か一つでも聞き取れた単語はありましたか？それでは私からキーワードを10個提示します。こちらです。チェックアウト、領収書、宛名、荷物、送っていただきたい、何点、スーツケース、破損箇所、受け取り、希望時間。それでは続いてこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。チェックアウトお願いします。領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。便利サービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。荷物は、合計で、何点ございますか。あ、1点でスーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。損箇所などございませんでしょうか。はい、特にないです。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか。何時ぐらいかな、午後3時かはい。4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。
じゃあお荷物お預かりさせていただきます。はい、よろしくお願いします。どうでしたか？何か聞き取れたキーワードはありましたか？では続いてフレーズを一つずつ確認しましょう。重要な部分については私から解説します。まずはこちらの会話。チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。ホテルでチェックアウトしたい場合はこのように簡単に言います。チェックアウトお願いします。チェックアウトお願いします。この後私の宿泊情報や支払いの状況などを確認してこのように言いました。こちら領収書ですね。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。今回私は宿泊する前にすでにお金を支払っていたので直接領収書をもらうだけでした。こちら領収書ですね。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。続いてスタッフの方はこのように言いました。お宛名とお間違いございませんでしょうか。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。宛名というのは手紙とか書類などに書く先方の氏名です。その名前に間違いがないか確認してほしいという意味でこのように言いました。お宛名とお間違いございませんでしょうか。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。ここで使われているお間違いございませんでしょうか。ございますはありますの丁寧な言い方です。間違いの前に丁寧のおが加えられています。お宛名とお間違いございませんでしょうか。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。この言い方はとても丁寧です。もし簡単な言い方をするならこのようになります。間違いありませんか？私は自分の宛名を確認した後、このように言いました。はい、大丈夫です。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。ここでの返答の仕方は、はい、大丈夫です以外にも、例えばこのようなものがあります。はい、間違いありません。はい、問題ありません。今回は私は大丈夫を使いました。はい、大丈夫です。こちら領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。続いて次の会話。今回宿泊したホテルには自分の荷物を駅前の系列店に送ってくれるサービスがありました。私はこのサービスを利用したかったので次のように言いました。あとすみません。荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。あとすみません、はい、荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。メールサービスのご利用でいらっしゃいますね。はい。ちょっと長いセリフですよね。最初のあとすみませんのあとというのは追加の情報を言うときに使います。あととかそれからというふうに言います。あとすみません。あとすみません、はい、荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。メールサービスのご利用でいらっしゃいますね。はい。続いて後半の部分は実際に私が要求したい内容ですね。京都駅前のホテル。駅前というのは駅の本当に前または駅のすぐ近くにあるという意味です。京都駅前のホテル。あとすみません、はい、荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。メールサービスのご利用でいらっしゃいますね。はい。そして動詞の部分。送っていただきたいんですけれど。この部分は動詞の送るを変化させた形です。送っていただきたい。いただくというのはもらうの謙譲表現です。送っていただきたいイコール送ってもらいたいです。あとすみません。荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。
あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど、バゲージサービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。続いてホテルのスタッフの方はこのように答えました。バゲージサービスのご利用でいらっしゃいますね。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど、バゲージサービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。このホテルではこのように荷物を送るサービスのことをバゲージサービスというふうに名前をつけて呼んでいました。バゲージサービスのご利用でいらっしゃいますね。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど、バゲージサービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。ここで今回私は送っていただきたいんですけれどというふうに途中で会話を止めたような形になりました。もし全ての内容を言うなら、例えばこのような表現になります。荷物を送っていただきたいんですけれどいいですか？荷物を送っていただきたいんですけれど可能でしょうか？この送っていただきたいんですけれどという表現以外にもう少し短くて丁寧な言い方もあります。例えばこのような表現です。送っていただいてもいいですか？やはりここでも手いただくの形が使われています。送っていただいてもいいですか？またもし手いただくの形を使うのが難しいという場合にはもっと簡単な言い方もあります。それはこちらです。荷物を送ってほしいんですがいいですか？手欲しいを使った場合、すごく丁寧な印象ではありません。でも決して失礼ではないので、この表現を使っても構いません。このような手いただきたいんですけれどとか、手いただいてもいいですか？手欲しいんですがというこのような形を使って荷物を預ける時の会話も見てみましょう。荷物を預けるというのは、今宿泊したこのホテルに一時的に荷物を保管してもらうという意味です。例えば、荷物を預かっていただきたいんですけれどいいですか？荷物を預かっていただいてもいいですか？荷物を預かってほしいんですがいいですか？これも同じようにいろいろな言い方がありますね。自分が使いやすい言い方を練習してみてください。続いてスタッフの方が私が送りたい荷物が何個あるのか確認しました。お荷物は合計で何点ございますか？荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。ここで何点という表現が出てきます。この何点、そして1点、2点、3点というこの点という言い方は特にスーパーマーケットとか商品を販売するような雑貨店とかそういう場所でよく使われる表現です。商品の数を表します。例えばコンビニで買い物をしたとき、1点、2点、3点、合計3点で860円でございます。このように使います。お荷物は合計で何点ございますか？荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。また、ございますか？これは先ほど出てきたございますと同じです。ありますかという意味です。何点ございますかイコール何点ありますかです。お荷物は合計で何点ございますか？荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。続いて私はこのように答えました。1点です。荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。相手が点で聞いてきたので、私も答えるときに点を使いました。でもこの場面は1つですとか1個ですでも構いません。そして続いてスタッフの方がこのように言いました。スーツケースでございますかね。荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。私が送りたい荷物が何か確認しました。スーツケースでございますかね。
荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。ここでもまたございますが出てきますね。でもこのございますはありますじゃありません。このございますというのはですが変化した丁寧な形です。つまりスーツケースでございますイコールスーツケースですです。荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。最初のね1文目に出てきた何点ございますかのございますはありますですね。このようにございますは実はこの2つの使い方があります。ある、ないの意味のございますの例文としては例えばこのようなものがあります。あちらに出口がございます。書類に誤りがございます。これはすべてありますという意味です。もしありません、ないですと言いたい場合はございませんになります。例えば書類に誤りがございません。そして今見たですが変化した丁寧な形のございます。この例文としては例えばこのようなものがあります。天ぷら定食でございます。4月に開業する予定でございます。レストランでよく聞くんですが、店員さんが注文したものを持ってきてくれた時によくこのように言います。天ぷら定食でございますとか、コーヒーでございますとか。このでございますはですと同じです。天ぷら定食です、コーヒーですと同じです。荷物は、合計で、何点ございますか？あ、1点です。スーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。そして続いて他のスタッフが私にこのように聞きました。破損箇所などございませんでしょうか？破損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。またございますが出てきましたね。このございますはどっちだと思いますか？あるの意味ですか？それともですの意味ですか？どっちでしょう？今回のございますはありますの意味です。その否定の形ございませんのでありません、ないと同じです。ございませんでしょうかイコールないでしょうかです。破損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。ここでの意味は破損箇所はないですかです。破損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。それを丁寧に表現してこのように言いました。破損箇所などございませんでしょうか？破損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。実際に破損箇所はないので私はこのように答えました。はい、特にないです。破損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。続いて受け取りの時間についてスタッフの方と相談しました。お受け取り14時から可能となっているんですけれども。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか？ここで使われている受け取りというのは名詞です。この動詞もあります。動詞は受け取るです。今回は名詞の受け取りの前に丁寧のおをつけています。お受け取り。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか14時、この読み方ですね。14時と読みます。24時間表記で表す場合は、例えば14時、15時、20時というふうに言います。お受け取り14時から可能となっているんですけれども。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか？そして続いてこのように私に聞きました。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか？お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか？ここでもやはり名詞のお受け取りが使われています。お受け取り希望時間。お受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか？そして後半の部分、お決まりだったりされていますでしょうか？
ちょっと長い表現ですが、簡単に言えば決まっていますかと同じです。受け取りの希望時間は決まっていますかです。受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか。そしてその後、私は自分が受け取れる時間を考えました。何時ぐらいかな？午後3時か4時ぐらい。何時ぐらいかな。午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。ここで私ははっきり自分のスケジュールがわからなかったので、ぐらいという表現を使っています。くらいまたぐらいというのは、大体の量とか比較の基準などを表します。例えばこのように使います。毎年3ヶ月ぐらい休みがある。このくらいの大きさのカバンありますか？小学生ぐらいの子供たちが公園で遊んでいる。今回は私は時間についてこの表現を使いました。何時ぐらいかな？午後3時か4時ぐらい。何時ぐらいかな。午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。続いてスタッフの方がこのように言いました。そのあたりで。何時ぐらいかな。午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。ここでスタッフの方が使ったあたりというのは、ある地点の周辺とか、ある程度の範囲の場所とか、その付近、周りという意味です。名詞プラスあたりの形で、場所、時間、人などをはっきり言わないで、だいたいその範囲でというふうに表現します。今回は私が3時か4時ぐらいというふうに曖昧に言ったので、スタッフの方はこの時間の範囲について、3時4時その範囲という意味でそのあたりでと言いました。何時ぐらいかな。午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。その他にこのあたりを使った表現で、例えばこのような例文があります。このあたりに美味しい焼肉屋があるよ。昨日から胃のあたりが痛い。来月あたり箱根へ行くつもりです。このあたりというと実際のこの場所の範囲を表しますね。そして来月あたりもはっきり来月じゃなくて来月あたりなので、大体のその時間の範囲を表しています。そして最後にスタッフが荷物を受け取ってこのように言いました。ではお荷物お預かりさせていただきます。じゃあお荷物お預かりさせていただきます。はい。よろしくお願いします。ここでスタッフの方が使っているお預かりしますというこの表現、実はこれだけでも十分丁寧な表現ですね。謙譲の表現なんですが、そのしますの部分をさらにさせていただきますの形に変えています。じゃあお荷物お預かりさせていただきます。はい。よろしくお願いします。何させていただきますの動詞の変化の形ですね。詳しいことはこの動画では説明しませんが、もし興味があったらぜひこちらの私の以前の動画を見てみてください。ここで動詞のね、形の変化について詳しく説明しています。それでは続いて日本語の字幕付きでもう一度同じ動画を見てみましょう。今一つ一つのフレーズについて解説してきたので、次に動画を見た時にはなんとなく意味がわかるんじゃないかなと思います。それでは早速見てみましょう。チェックアウトお願いします。新が領収書ですね。お後などお間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど。便利サービスのご利用でいらっしゃいますね。はい。荷物は、合計で、何点ございますか。1点でスーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。損箇所などございませんでしょうか。はい、特にないです。受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか。何時ぐらいかな。午後3時かはい4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。じゃあお荷物お預かりさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、どうでしたか？どこか聞き取れた部分はありましたか？では続いて
字幕なしでもう一度動画を見てみましょう。最初は全くわからなかったこの動画の内容が今はかなりわかるようになったんじゃないかなと思います。ぜひ挑戦してみてください。チェックアウトお願いします。こちら、領収書ですね。お後の後お間違いございませんでしょうか。はい、大丈夫です。あとすみません、はい荷物を京都駅前のホテルの方に送っていただきたいんですけれど、ウェブサービスのバリアでいらっしゃいますね。はい。荷物は、合計で、何点ございますか。あ、1点でスす。ーツケースでございますかね。はい。ありがとうございます。不損箇所などございませんでしょうか？はい、特にないです。受け取り14時から可能となっているんですけれども、はい。お受け取り希望時間などお決まりだったりされていますでしょうか。何時ぐらいかな、午後3時かはい。 4時ぐらい。それはそのあたりで。はい。ありがとうございます。では、お荷物をお預かりさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画では紹介しなかったけれど、チェックアウトの時によく使う単語やフレーズについてご紹介します。まずは宿泊プランについてです。例えばこのようなものがあります。素泊まり、朝食付き、夕食付き、2食付き、1泊、2泊、3泊。素泊まりというのは食事が全くついていない、ただ宿泊するだけのプランです。2食付きというのは一般的には朝食と夕食がついているプランのことです。1泊2泊というのは宿泊の日数を表します。例えば今日チェックインして明日チェックアウトするならそれは1泊です。また宿泊料金の支払い方法についても出てくるかもしれません。前払い、後払い、現地払い。前払いというのはその宿泊をする前に支払いを済ませることです。今回私は前払いで宿泊しました。事前にインターネットで予約してクレジットカードで支払いを済ませました。後払いというのは宿泊した後、つまりチェックアウトするときにお金を払うという意味です。現地払いも後払いとほとんど同じような意味です。現地というのは今回の場合だったらホテルですね。ホテル、その場でお金を払うという意味です。現地払い。また、あるホテルでは部屋の中に有料の飲み物や食べ物がある場合もありますよね。もし自分がその有料の飲み物を飲んだ場合には追加料金を払う必要があります。その際はチェックアウトの時にスタッフの方から提示されると思います。追加料金でいくら頂戴しますとか、お食事代としていくら頂戴しますというような形です。はい、皆さんいかがでしたか？今回はホテルのチェックアウトの時に使う表現をいろいろご紹介しました。チェックインの時の表現についてはこちらの実用日本語シリーズの6で紹介していますので、もしお時間があればぜひご覧ください。次に日本のホテルへ行く時にぜひ日本語でホテルのスタッフと会話をしてみてくださいね。それでは本日の動画は以上です。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。